お家で久々にリアルフライト。うわー、下手くそになってる。難しかったか。テンションが上がっていると。観葉植物の話をしたいなと。ものすごいズボラな性格なので、アスパラみたいなのが刺さってて、でちょっとこれどうも、あさきです。本日の動画ではですね、じゃじゃん。こちら、リアルフライトですね。私が5月末ぐらいにこの腕怪我したんですけど、やっぱりね、まだちょっとかさぶたになるちょっと手前ぐらいの状態で、1日飛ばしに行くのはちょっとまだ怖いので、最近は飛ばすのを自重しております。ということで、本日はお家で久々にリアルフライト飛ばそうと思うので、そちらの様子をお届けしたいと思います。で、もうね、ほぼほぼ、治ってはきてると思うんですけど、やっぱりここ怪我するって、指動かすとね、めちゃくちゃここもね、動くんですよね。で、やっぱこう動かすとここが引っ張られる。っていうので、せっかく飛ばしに行くならやっぱ1日飛ばしに行きたいんですけど、1日飛ばしてるとどうしてもここがね、引っ張られちゃって傷痛いなということで、まあお家で無理のない範囲でリアルフライトで練習していこうと思います。最近ね、特にヘリ練全然サボっていたので、ちょっと久々にヘリ飛ばしたいと思います。親指、そう、ここ親指ね、動かすとここね、結構動くんですよね、ブニブニって。そう。しかも私左利きなんで、左手使わざるを得ないと。なんで特に治りが遅いのかなという感じです。それでは、やっていこうと思います。うわぁ、久々。なんか謎のコースになってるんですけど、ちょっとやっていきます。うわぁ。おっとおー。久々にしては、なんとか。うわーん、やっぱり下手くそになってる。こんな感じか。まずはちょっとね、ホバリングから思い出していこうと思います。うわー。で、右端に、プロポですね、出してるので、ちょっとね、もしヘリ練習中っていう方は、外辺を見て、どんな感じで飛ばしてるのか、見ていただければと思います。まずこれ前向いて普通のホバリングです。OK。で、左向いて、これは横向きのホバリング。こんな感じですね。ほい。で、対面のホバリング。うわ思い出してきたはい。で、次こっちですね。逆側のホバリング。で、ラジヘリって操縦めちゃくちゃ難しいんですよめちゃくちゃなんで、ぜひね、皆さん飛ばしてみてほしいっていうのと、あと結構どっち向きが苦手みたいなのもあるので、私は多分こっち向き苦手な感じなのかなと思います。ですね。はい。で、普通のホバリングに戻ると。はい。これがまあベースのホバリングですね。わー。で、ホバリング終わったら普通にオーバルとかですね。こんな感じでぐーっと円を描いて飛ぶオーバルだったりとか、その場でぐるっと回るピルエットですね。もう全然その場じゃないんですけどこんな感じだったり、横に移動、横にまっすぐ進む。あ、通路がある。道路があるので、道路上をこうまっすぐ飛ばしてみたりとか、
おーっていうのが、この辺が基礎の飛ばし方ですね。はい。で、私は結構 3D って言われるアクロバティックな飛行をやりたいので、こういう背面で飛ばしたりとかですね。はい。で、背面で飛ばすとき、この右側のスティック操作見ててほしいんですけど、これがね、あと正面で飛ばすときとは逆になったりならなかったりするんですよ。例えば、ちょっと分かりづらいんで、うわー、ちょっとよく分かんなくなっちゃった。なんかパワーがないんですよね。ちょっと機体変えてみるか。お、だいぶどっしりしてる。おー。だいぶどっしりしてます。全然ホバリングできない。ちょっと慣れてきた感あります。ちょっとだけね。なんか舵をどう打つとどうなるかがだいぶ思い出してきました。うわ、こんな難しかったか。で、次こっち。だいぶ慣れてきたんですが、やっぱね、集中してないとむずい、普通に。そう。で、背面は、ラダーは逆ですね。ラダーを右に打つと左に向いて、左打つと右に向くっていうラダーは逆。で、エレベーターも逆。で、エルロンは同じ。で、スロットルも逆って感じですね。合ってんのか言いながら、集中しながら喋ってるんで、合ってるかちょっとわかんないですけど、そんな感じ。今日飛ばしながらちょっとなんか、喋ろっかなって思ってたんですけど、集中しすぎて、喋れない現象が起きてます。ちょっと疲れたから戻ろう。疲れた。背面疲れる。集中力がすごい。いやー、一旦着陸しよう。いやー、で、今日ちょっとね、リハビリフライトしながら、私が最近ね、飼ってる観葉植物の話をしたいなと思ってたんですよね。なんか、観葉植物サンスベリアっていう、観葉植物を今年に入ってから会社の先輩にもらって、で、なんかね、会社の先輩が観葉植物育ちすぎちゃって困ってるっていうのをご飯食べながら喋ってたんで、じゃあちょっと買いたいと思ってもらったわけですよ。ただ、私がですね、ものすごいズボラな性格なので、昔、サボテンをもらって、飼ってたんですけど、多分水のあげすぎで枯らしちゃったのかな。塩になって枯れちゃって、もうこれ向いてないわと思って、それ以降は特に植物とか育ててなかったんですけど、久々にね、生活に緑あった方がいいなと思って、サンスベリアをいただきました。で、なんとこのサンスベリアですね、冬の間は月に1回だけ水をあげればよいと
逆に上げすぎると良くない。ということで、まあ最適だわと思って、で、なんとか今まで無事すくすく成長してですね、サンスベリアがいるんですけど、ちょうど5月末、夏になって外に出してたサンスベリアを久々に見たところ、なんとですね、サンスベリアにアスパラみたいなのが刺さってて、でちょっとこれ写真見たらマジでアスパラだと思うと思うんですけど、写真も載せときます。これが、ニョキッと生えてた、刺さってた。まあ、生えてたんですけど、生えてて、で、なんか最初見たとき、アスパラに寄生されたのかなと思って、ではサンスベリア、アスパラ寄生とかで調べたところ、それはサンスベリアの花だということが分かって、みたいな、もうめっちゃびっくり。ちょっとびっくり。めっちゃびっくりしてたんですけど、このサンスベリア、花が生えるじゃないな。花が咲くのはめちゃくちゃ珍しいらしくて、で、ちょっとね、テンションが上がっていると。で、今ですね、その花もすくすくと成長して、こんな感じで花が咲いているといった状況になります。ちなみに、サンスベリアの花は、夕方から夜に咲くらしくて、タイムラプスで撮ってみたので、見ていただければなと思います。最後ね、このタイムラプスで締めて、この動画終わろうかなと思います。とね、やっぱね、ヘリは練習してないと下手になりますというのをね、多分私も去年全然飛ばしてなかったんで、そのツケです。なんでね、ちょっとまた練習始めようと思います。はい。というわけで、今日の動画はこの辺で、バイバイ。